いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣り手学べるです。今回は大型アオリイカの極意について解説いたします。エギングの魅力の一つとも言えるのが、キロオーバーと言われる大型のアオリイカがかかった時のやり取りではないでしょうか。通常、大型アオリイカとは 1kg から 2kg を超えるアオリイカのことで、3kg を超えるサイズだと超大型という言い方をします。大型アオリイカがかかると、リールのドラグから勢いよくラインが引き出され、その時のドラグの音が何とも言えません。ちなみに、日本に生息しているアオリイカは、白イカ、クワイカ、そして赤イカの3種類に分けることができ、最も大型化するのは赤イカだと言われています。大きい赤イカになると6キロにもなるそうで、レッドモンスターと呼ばれています。そのような大型アオリイカの釣り方、かかった時の対処方法などを解説いたします。最後までよろしくお願いいたします。結論は次の通りです。大型アオリの結論です。じっくりと自然にエギを見せる。本日の目次です。重要なのはステイ。大型は同じ場所で釣れる。潮霜にエギをキャスト。4号か 4.5 号を使用。ズル引きが有効。ボトムステイ、実は動いている。速い流れの中でも捕食。エギを自然に流す。カンナの藻は取り除く。しゃくった時に短く出る。ゆっくり合わせる。60度の位置で耐える。大物はギャフを使用。リリースは海中で。それでは、この14項目について詳しく解説していきます。重要なのはステイについて解説いたします。大型のアオリイカは気に入ったテリトリーを持つと積極的にそこから出ることが少なくなります。テリトリーはあまり広範囲ではなく、例えば堤防の先端周りとか、砂地にある沖の沈み瀬などといった局所的なエリアとなるので非常に攻略しやすくなります。堤防の先端は大型がテリトリーにしやすい外せないポイントです。ポイント内でエギをどれだけステイさせアピールできるかが大型アオリイカでは大きな鍵となります。重要になるのは連続する誘いのアクションにおけるエギの水平移動距離になります。移動距離とはジャークの幅やしゃくりの動きの大きさではなく、いかに一箇所で長くアピールすることで派手に動かすだけがアピールではないという点になります。有効な方法は2つあります。1つはスロースタイルです。ボトムロングステイ、スロージャーク、またはショートシェイクによるじらすようなアプローチでスローな誘い方です。大型のアオリイカには非常に有効な誘いとなります。もう一つはクイックスタイルでスラックジャークに代表されるハイアピールなアクションです。ラインスラックを有効に使い移動距離を少なくしてイレギュラーな上下、前後左右の動きでアピールする方法です。この2つの方法は静と動、間と急で対極的ですが、どちらもアクションによる移動距離が少ないのが大きな特徴です。ロングステイ、ロングアピールが大型アオリイカでは効果的です。大型は同じ場所で釣れるについて解説いたします。毎年大型が釣れる場所は釣り人の間でいつしか永久ポイントと呼ばれるようになります。産卵床に適した海藻類が生い茂る場所であったり、外洋に面し水温や塩分濃度が安定していたり、ベイトが豊富で捕食に適していたなど条件は様々ですが、必ず大型のアオリイカを引き寄せる何かがあります。有名なポイントになればなるほど、そこにいるアオリイカは釣り人から受けるプレッシャーが強くなります。そのような場所の大型のアオリイカの捕食スイッチを入れることは容易ではなく、何かの必然性がなければ大型アオリイカからのアタックはありません。数少ないチャンスのタイミングはプレッシャーの低い時間帯や条件下で訪れます。真詰めを過ぎた時間で釣り人が減る時間帯や風が強い日、雨の日などが狙い目です。そのような釣り人が少ない悪条件の永久ポイントでこそ大型アオリイカからのアタックをひたすら待つストイックなスタイルが成立します。プレッシャーが少なければメジャーなポイントでも可能性は高くなります。なぜなら大型アオリイカは捕食時間が非常に短く、テリトリー内にいてもスイッチが張らないとエギに対してアタックしてくれません。そのため人為的プレッシャーの少ない時にこそ実績のあるポイントで粘る地合い待ちスタイルが
大型のアオリイカを釣ることができる要素になります。塩霜にエギをキャストについて解説いたします。まず、塩霜にエギをキャストして、ラインにテンションをかけないフリーフォールで自然にエギを着底させます。着底を確認したら、ラインスラッグ、糸付けを素早く巻き取り、ジャークやしゃくりを入れます。この時に決してリールは巻かないようにします。また、ロッドティップを上げるだけで、エギに不要なアクションを与えず、サスペンド、一時停止させるなど、緩急をつければ効果的で、アクションを入れ、移動した分だけ潮流を使ってエギを元の位置まで流します。潮流が安定していれば、限りなくピンポイントでアピールを続けられるため、あまり広い範囲を行動しない大型のアオリイカに有効なドリフトステイメソッドとなります。アクションを入れてエギが着底しない場合は、エギの号数を上げるか、シンカーに重りを追加し、流速に負けて浮かび上がらないよう細かくウェイトチューニングして状況に対応する必要があります。沖の背などをピンポイント攻略でき、ラインテンションが常にかかった状態なので、小さな当たりや風に強いスタイルです。4号か 4.5 号使用について解説いたします。大型を狙うなら4号か 4.5 号のエギを使うのも手法の一つです。先行者が攻めていない沖を射程内に収められる飛距離と、速い仕様の中でもバランスを崩さない安定したアクションや、3.5 号サイズでは攻めきれないディープでもボトムからの情報を的確に伝えることができます。そしてその表面積から来る圧倒的なアピールが最高の魅力と言えるのが大型エギを使ったヘビースタイルです。釣り方はサイズと重量を生かし、とにかく遠投し、ラインにテンションをかけず、フリーフォールで自然にエギを着底させます。着底を確認したら糸付けを素早く巻き取り、力強く大きなストロークでしゃくりを入れます。通常のエギのように小刻みなジャークを入れるのではなく、大きなストロークのしゃくりによるエギの大きさを最大限に活かしたスローで力強いアクションが有効です。しゃくりに織り交ぜる技としては、30秒から3分のボトムロングステイや、細かいステイのままシェイクするなど、異質なアピールを行うのも有効です。特に通常サイズのエギが多く使われている場所や、潮回りで沖から新しい群れが入ってきたタイミングでは、類を見ないアピール力を発揮します。ズル引きが有効について解説いたします。ズル引きとは、フォールさせたエギを海底で引きずるのではなく、ノーアクションでボトムを引くように泳がせて誘う方法です。カンナを上げた状態でボトムをゆっくり一定のスピードで巻き続けます。キャストしたエギをフリーフォールでボトムへつけ、底スレスレを海底の起伏に合わせてスローリトリーブしていきます。モバやゴロタバでは使えませんが、砂地やアマモの際では時として静かな爆発力を秘める方法となります。デイゲームで主流のしゃくりやジャークを多用する派手な方法とは対極と言えます。しかし、この控えめで低いアピールが時に大型のアオリイカを刺激し、猛然とアタックさせる引き金となります。また、ナイトゲームでもトラブルが少なく、春シーズン初めの活性が安定していない大物に有効な方法です。大型アオリイカの警戒心を刺激せず、ベイトの動きをナチュラルに演出できるズル引きのあたりは、エギに軽く触れる単発的な前あたりと、もやもやと軽く引っ張るあたりや、いきなり重さが加わる場合があります。前あたりが出た場合は、リトリーブに変化が出ないように巻き続けることが重要です。我慢しきれなくなったアオリイカがエギを抱けば、独特の重みがロッド全体をしならせます。ボトムステイ、実は動いているについて解説いたします。小型や中型のアオリイカは大きなしゃくりや派手なジャークに比較的反応しやすくなります。これはエギの動く、跳ねるなどのリアクションバイトで反応し、エギにアタックするためです。しかし、大型のアオリイカは獲物をよく観察し、瞬間的な動きだけでなく、捕食の対象物から動き方まで十分に調べてから攻撃・捕食するかどうかの判断を下します。大型のアオリイカは自然界の生き物が目立たないように岩陰や藻の中に隠れ、派手に動かず環境に溶け込み擬態することで捕食者から身を守っていることを知っているためです。海底付近には様々なゴミや海藻などがうねりや波、潮流などで動き漂っています。それらはすべて同じリズムで海流とともに動き、揺らめきながら流されています。
しかし、エギは異なる動きをしています。ただ、ボトムにステイしているだけでもラインテンションにより、他の漂流物とわずかだが違う動きをします。ラインテンションによる些細な動きが自然な生命感と震えるようなリアリティを演出させ、エギに魂を吹き込むことになります。微妙な動きを獲物の擬態と判断し、大型アオリイカの捕食スイッチはオンになります。つまり、海底にステイするエギは動かないから動いて見えるという最強の方法となります。速い流れの中でも捕食について解説いたします。潮汐による潮位差は強い流れを生み出します。強い流れは様々なものをはるか遠くまで運んでいきます。その中では運動能力の低い小魚や甲殻類は流されないように海底のストラクチャーなどに張り付きますが、それらの生物は自らを流れの緩い巻き返しなどの小さなスポットに閉じ込めてしまうことになります。潮流の中で捕食活動を行うには、強い流れの中でも自由に動けるだけの運動能力がある生物のみとなります。強い流れに自由を奪われ、流れの緩い場所にとどまるベイトは、捕食生物の目に捕食しやすい格好の餌として移ることになります。つまり、強い潮が通る場所は、捕食生物にとって極上の捕食エリアとなります。大型アオリイカも潮流の中で捕食する位置の生物になります。一般にアオリイカは強い流れを避ける傾向にありますが、大型の個体は当てはまりません。潮流の中での大型アオリイカの狙い方は大きく2つに分けられます。一つは潮紙にキャストする方法で、もう一つは潮霜にキャストする方法です。どちらも潮流を利用したものですが、潮紙は広く遠くを探る方法です。潮霜はピンポイントで探る、遠くを探る方法となります。特定の条件下でしか使えない方法ですが、参考にされてみてください。エギが水平姿勢で流されながら沈むように軽くラインテンションをかけるサイドドリフトと、エギが斜め潮紙を向いた状態で海底を引きながら潮霜へ広く探るナチュラルドリフトがあります。ベールをオープンにしてスプールに指を軽く当て、ラインの出をコントロールしてエギのドリフトをコントロールしてみましょう。エギを自然に流すについて解説いたします。潮紙にキャストする方法は、キャストしたエギをフォールさせるとき、軽くラインテンションをかけ、エギが水平姿勢のまま潮に乗りながら沈んでいくように、自然なテンションフォールを行います。着底したら、ロッドティップを上げ、エギをボトムから少し浮かせて、ボトムスレスレをノーアクションで潮霜へサイドドリフトさせます。この時、沖に流れる潮や潮霜に長く流せる状況であれば、遠く探る方法に切り替えて、ベールをオープンにして、スプールに指を当てて、ラインの放出を制限しながら、そこからあまり離れないように少しずつ流していきましょう。弱ったエビがそこから離れ、潮で流されていくイメージを演出すると良いです。これがナチュラルドリフトと呼ばれるテクニックです。テンションフォールによるエギの着底が分かりにくければ、エギをキャストしてフリーフォールでボトムへの着底を確認し、ロッドを立て、エギをそこから浮かしてからドリフトを始める方法もあります。どちらもボトムを明確に感じ取るためのテクニックが必要になります。モバは大型アオリイカの可能性が高くなります。外せないポイントだけに繊細に攻略してみましょう。カンナの藻は取り除くについて解説いたします。春は大型のアオリイカが産卵のために接岸し、釣り人に最も近づくシーズンです。産卵場となるモバを中心に大型個体のテリトリーは築かれ、産卵に入るまでの間、大型個体はモバに絡んだ比較的浅いエリアを泳ぎながら捕食行動を繰り返すことになります。このため、大型のアオリイカを狙うには、モバ攻略は必須となります。問題となるのは、大型の個体はボトム付近が主な捕食ポイントとなることです。なぜ問題かというと、エギまたはカンナに海藻が一辺でもかかっていれば、大型アオリイカはそのエギにアタックすることはほぼなく、もしアタックしたとしても非常に低い確率となります。モバのボトムを回遊する大型を狙うには、エギの着底が重要となります。着底させてもカンナに海藻をかけないようにするには、半傘のカンナを装備したエギを使い、ボトムを感じたら即尺量入れ、エギを跳ね上げるテクニックが有効です。そしてエギが着底して少しでもラインが沈む前にそこからエギを離すアクションを入れましょう。ラインが沈んだり潮で流されたりすれば海藻がかかるリスクが増えてしまいます。
また、1頭ごとにエギをチェックし、カンナのゴミをきちんと取り除き、ライン、リーダーとその結束部をこまめに確認する習慣もテクニックの一つです。無意識にできるよう身につけ、タックルとエギを使い込み、確実に着底感をつかんだ上で五感を研ぎ澄まして大型アオリイカと向き合いましょう。しゃくった時に短く出るについて解説いたします。大型アオリイカともなると、アオリイカは驚異的なトルクでリールからラインを引き出していきます。ラインがフルテンションになる前に、ドラグからスムーズにラインがリリースされるようにセッティングしておかないと、一瞬にしてラインブレイクするか、アオリイカ自身のパワーで見切れを起こしたり、エギのカンナを伸ばされることになってしまいます。一般的なルアーフィッシングの場合、ドラグセッティングはライン強度の 20% がおすすめです。大型のアオリイカを狙う場合、リールのドラグセッティングはエギや狙う水深、潮流の強さや向きで微妙に変わりますが、基本は自分がエギを大きくしゃくったとき、最後にドラグがじっと短く出るくらいが基本のセッティングになります。この基本に対して自分のエギングスタイルや好みに応じて締めるか、緩めるかの調整を入れていきます。ここで重要なのは、ドラグの調整でエギのしゃくりに影響が出ないようにすることです。ドラグを調整することでエギ本来のアクションや自分の演出したアクションやキレが悪くなれば、その時点でドラグを調整すること自体意味を失うことになります。ゆっくり合わせるについて解説いたします。大物を釣り上げるためには、突然アタックしてくる大型アオリイカを確実にフッキングさせることが必要です。これがパーフェクトにできなかった場合、後で後悔することになります。かなり大きな合わせになるため、当然信頼できるラインシステムとタックルが必要ですが、今まで感じたことのない重量感とパワーは、やはり技術的な面で予備知識と心構えが必要になります。単発の小さな当たりではなく、相手の重量を感じるようなアタックを待ち、大きくロッド全体を曲げるようにスローかつ確実なフッキングをする必要があります。小さな当たりで合わせた場合、かかりどころが悪いことが多いので、十分な重量と手応えを感じるまで待ちましょう。横抱きなどエギの抱き方が悪い場合、カンナをアオリイカの身にかけられる確率は低くなります。最悪の事態として、フッキングせずに足元までアオリイカを寄せたところでエギを離されて逃げられることもあります。墨を大量に吐かれた場合は、ポイントも休めなければならなくなります。これを回避するには、アオリイカが握りしめるように抱いているエギを引き抜き、足の付け根や口の周りにかけるイメージで、ゆっくりアオリイカの重さを感じながら大きく力強く合わせます。アオリイカの身にカンナを刺すことは難しくなります。なぜなら、中、小型と違い、エギを握り込む大型アオリイカの身は非常に硬くなります。そして違和感を覚えたアオリイカが猛然と走り出したら、ラインとドラグを信じて絶対に手でスプールにブレーキをかけないように気をつけてください。60度の位置で耐えるについて解説いたします。大型アオリイカのフッキングが成功し、ドラグがうまく機能すれば、少なくとも1回目のランで20メートルから30メートルほどラインが出ることを想定しておきましょう。潮流の強いエリアでかかれば、アオリイカは潮に乗り、かなりのラインを出すことにもなります。もし20メートル沖でヒットした場合、かなりの量のラインがリリースされることになります。魚と違い、均一なトルクでいつ果てるともなくぐんぐん走るので、不安になり、ラインの残量を気にして、アオリイカが全開で走っている途中にドラグを締めれば、必ず右レを起こすか、ラインブレイクしてしまいます。ドラグが鳴り、ラインが出っ放しでも、約60度の位置にロッドを立て、全体で均一な抵抗をかけつつ、大型アオリイカが止まるまで待ちましょう。アオリイカが走り出しても角度をキープして巻き上げる場合もこの角度を維持します。無限に感じるランも必ず止まる時が来ます。しかし止まっても安心することはできません。ラインを巻き始めても寄せてくる間に何度もラインを出していくので、時間をかけてランディングの体勢に持っていきます。急に走り出してロッドを乗されたら、アオリイカをゆっくり引き寄せるようなイメージでロッドをまた60度の位置まで上げます。バラシの原因となるので、絶対にポンピング、竿は上下しないようにしましょう。慌てずアオリイカの走りをしのぐことができれば必ずランディングできます。今自分のリールに巻いているラインで本当に大丈夫かどうか念のため確認しておきましょう。大物はギャフを使用について解説いたします。無事足元まで大型アオリイカを寄せることができたらギャフの使用をお勧めします。
理由の一つとして、ランディングネットの場合、60cm 以上の枠の大きさが必要となるからです。大きなネットは持ち運ぶにも取り回しが悪く、その大きさゆえスムーズにすくうことが難しくなります。大きなネットはランディング中のアオリイカの視界に入りやすいため、ネットが近づいた瞬間に驚いて抵抗するので、バラす確率が高くなります。その点、コンパクトなギャフであれば、アオリイカにも気づかれにくく、携帯するにもかさばりません。軽量で取り回しも良いので、多少の慣れでスムーズなランディングが可能となります。ギャフを打つ部位は胴体の先端で決して足に打たないようにしてください。理由はアオリイカの強い噴射をコントロールしやすいためと、大量のイカスミを受けないためです。もちろん大型のアオリイカをかけて持ち上げることを想定して選択・購入することをお勧めします。リリースは懐中電について解説いたします。2kg を超えるような大型アオリイカをリリースする前に、撮影などのためランディングネットですくい上げても、ネットが食い込むことで外皮にかなりの傷を負わすことになってしまいます。また、海水から上げた時点でアオリイカ自体の重さで自分を破壊してしまいます。重量を計測する場合も同じく致命的な負荷をかけてしまいます。また、空気中に引き上げることで胴内に空気が入ったアオリイカはリリースしても沈むことができずに、リリース後の生存確率は極端に下がります。リリースを考えるなら、アオリイカを海から上げず、水面や浅瀬などで撮影や全長の計測を速やかに行うことが必然となります。今回の授業は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。